今日のテーマはチュロスです。そのまま食べても美味しいチュロスですが、手作りすればこんな食べ方だってできちゃいます。丸く作ったチュロスでアイスクリームをサンド。カラースプレーで華やかに仕上げたら、こんなに気分の上がるお菓子はありません。気になった方は最後までご覧いただけると嬉しいです。ところでチュロスといえば、テーマパークとシナモンの香りを思い出す方も多いと思います。でも実はヨーロッパ出身のお菓子。スペインではホットチョコレートにディップして朝ごはんやおやつとして食べるのが定番なんだとか。この動画で紹介するチュロスは少し前に話題になったディズニーチュロスではなく、どこのキッチンにもある4つの材料だけで作るシンプルなものです。表面はカリッと、中はもっちりしていて手が止まらなくなることは間違いなし。甘くない生地で作るのでどんなフレーバーにも合わせられます。私のお気に入りのフレーバーは後半でご紹介します。さて、絞り袋を準備して始めましょう。まず用意するのは小麦粉。薄力粉でも強力粉でもどちらでもいいですが、強力粉を使うとよりもっちりした食感になります。ただ、強力粉 100% だと生地を絞るのにとっても力が必要です。私はもっちり感強めで、かつ絞りやすい半分ずつのブレンドを採用しています。耐熱のボウルに小麦粉と塩を入れたら、熱々の熱湯を注ぎ入れ、オリーブオイルも追加。ヘラでしっかりと練っていきます。あとは口金をセットした絞り袋に生地を詰めてあげるだけ。ちなみに口金は必ずギザギザしたものを使ってください。チュロスのギザギザにはちゃんと理由があるんです。揚げた時に生地が膨らむので、表面が滑らかになる丸い口金だと途中で生地が弾けて油が飛んでしまうので危険です。形はお好みで。ぐるぐると絞って後からカットする方法はたくさん作る時に向いています。他にも8の字型に絞る方法や雫型も素敵です。180度の油でカリッとするまで揚げたら、しっかり油を切って砂糖を振りかけて完成です。伝統的にチョコレートにディップして楽しみましょう。さて、先ほどは甘いチュロスでしたが、ここからは私のお気に入りの食べ方をご紹介します。まずはいろいろなソースにディップして食べる方法です。トマトソース、サワークリームオニオン、ワカモレもとってもおすすめ。山積みにした揚げたてチュロスにディップソースを添えて映画のお供にもぴったり。次はパウダーをまぶす方法です。おなじみのシナモンシュガーもこのパターンですね。ここでのマイベストフレーバーは抹茶、きな粉、カレーです。抹茶ときな粉は粉砂糖と混ぜて揚げたてに振りかけてください。カレーパウダーも同じように。ただし香りが強いので量は控えめにして塩をかけてください。最後はちょっと邪道かもしれませんが、チーズをかけて焼く方法です。お好みでトマトソースやガーリックパウダー、オリーブやベーコンなんかを追加しても、何でも好きなものをのせてトースターで焼いちゃってください。チーズは忘れずに。今回は基本編とアレンジ編一気にご紹介しました。美味しいものを食べておうち時間を楽しく過ごしてください。この動画が気に入ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。